はい、こんにちは。エンヌロマンチャンネル代表取締役のエンちゃんです。よろしくお願いします。現在ですね、WSOP というアメリカの世界大会に挑戦するためにラスベガスに来ているんですけれども、前回の動画、WPT カンボジアですね。こちらの、ハンドの気持ち解説。やっていきたいと思います。よろしくお願いします。勘違いしていただきたくないんですけど、僕、ポーカー専業とかじゃなくてですね、座学とかもほとんどやってないんで、なんかこう、プレイが上手か下手かみたいな批判をたくさんいただくんですけれども、下手です。はい。自分自身でも認識しております。そんなにこう、周りの勉強してて、実績積んでる、なんかすごい人たちと比べたときに、自分が下手であるっていうことはもちろん分かってます。ただこのハンドの気持ち、こう1ハンド1ハンドをこなしていく上で、動画ではやっぱりこうハンド単体しか伝わってないんですよね。しかし、私も人間ですんで、こうそのハンドをこなしている時のこう感情であったりだとかって揺さぶられるわけですよ。こうそれをですね、今回はこう、いいところも悪いところも両方こう吐露していくと。そういう企画になっております。なんで、なんかこのプレイライン悪いよとか、これ間違ってるよとか、なんかそういう批判はやめていただければなと思ってます。もう僕は感情を吐露するだけですんで、僕の理論が合ってるか間違ってるかみたいな、そういうところはなんか別に、お前らみたいな幸福度の低い金ないサラリーマンどもになんかぐちぐち言われる必要ないなって思ってるんで、そこに関してはあんまりご意見いただかなくて結構かなと思いますんで、ぜひ楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。まず最初は WSOP カンボジアのメインイベントっていうことで、これ私3回出場してます。動画で2本しかなってないんですけど、3回目はですね、パモンと飛んじゃいまして、1回参加費が3500ドルなんで、3回で11500ドル、計ですね、180万円ぐらい失ってると。そういうお話になってしまってますよ。なんで、ちょっと今からそのメインイベントの動画、一緒に見ていければなと思いますんで、じゃあ、レッツゴー。はい、始まりましたね。これ3ハンド目ぐらいかな ?3 ハンド目ぐらいでテンズが入ると。はい。で、UTG からレイズ900。で、プラス1、プラス2がコールして、ハイジャックから5000点の3ベットと。これメインイベントこれメインイベントなんかなカットオフがしかもそれにコールしてるという、ドカオスな状況ですね。で、ここ、非常に迷いました。正直まだ3ハンド目とかで、卓のプレイヤーのこともあんまりよくわからない中ですね、私はどうすればいいのかと、葛藤いたしましたと。で、その結果、ここは4ベットを選択してます。はい。それが正しいのかどうかちょっとわかんないですけれども、降りるか4ベットかなーって。降りろ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 もう、この時の気持ちはこれしかないですね。だって900にコール、5000にコール入ってるんで、これ降りてくれたら11800点と、非常に熱いわけですよね。だからこの時はもう、降りろ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 って思ってます。はい。頼む。ほんまに降りてほしい。降りて降りて降りた降りたこのね、900にコールしてる2人のプレイはそれは降りるんです。で、このグラサン2期、見て、この顔。次おぞ次おぞいや、そこで電話すんなよ。すっごい考えてて、こいつ。リアル3分ぐらいかな。あかん。コールされた。あかん。この時の心境です。点引くしかない。もう弱水以上出てくる。50% 以上の勝負になることは絶対にない。そういう風に思ってました。じゃあね、これね、なんと、このグラサン2期だけじゃなくて、はい、この青パーカーもコールするんですよね。でもお顔見ていただければわかると思うんですけど、ちょっとグラサン2期はめっちゃ強そう。ただ、この青パーカーはね、最終ずっと一緒にいたんですけど、ウルトラ初心者なんですよね。顔を見ただけでこいつが初心者ともわかると。で、これな来いってなんとも言えんと。23ジャック。ここは打てないですね。じゃあ、俺、顔、絶対強い。AC 像確信しましたね。もうこの顔で2回、俺、
失礼いたしました。僕はテンズなんかで調子に乗ってしまって大変申し訳ございませんでした。でオールインが飛んできてコールとこの青パーカー2機コールするんですよね。さすがにホールドとただキングスと思考スーツくそボードエグ思考スーツにとって23ハートが落ちてると最高のボードですね、こいつに対しては。でこいつ引くと。いや、ビギナーズラックってやつですね。これファーストハンドで5万点が3万5千点になってしまったと。そして申し訳なかったです。はい。たぎってしまったんじゃないかなって、ちょっと反省してますが、プレイに別に悔いないです。あれでね、結構4ベッドに降りるところいっぱいあるし、エースクイーンとか、エースジャックとか、その辺も下ろせたし、エース5スートでガンってやってるところとかも下ろせたんで、別に悔いはないです。はい。ただ、このテンズは、お清めをしていきたいと思います。テンズ、お疲れ様でした。今回、お前はうまくいかなかった。もう一枚の銃を引くことができなかった。ただ、お前には何回も助けられてる。相手がエースキングだった時、エースクイーンだった時、相手が9ポケだった時。お前がいたから、俺はここまでポーカーをできた。テンズ、RIP。はい。ということで、テンズ今回負けたんですけれども、これから先長い目でポーカーというものを見たときに勝つ可能性あるんで、ここで一旦お清めをさせていただきました。お疲れ様でした。ということで、次行きましょう。はい、次ですね。このキングジャックオフ、これの気持ち解説やっていきたいと思います。これはですね、BB でキングダイヤージャックハートが、私 N ちゃんに配られていると。で、カットオフのですね、ちょっと動画見ていただければわかると思うんですけれども、これ、APT ハノイで僕のクイーンズをエースキングで割った方です。これすごいですよね。この、ハノイの地で対決した彼と、またカンボジアの地でも対決すると。で、マシューっていう名前なんですけど、僕のこと覚えてくれてまして、あの時、グッドラックみたいな、よう頑張ったな、みたいな、こと言っていただきました。で、僕は、そのトーナメントイン真似したんですけど、彼は僕のクイーンズを割ってるにもかかわらず飛んでました。という相手ですと。で、彼は結構慎重なタイプで、そのタイトパッシブって言って、そのハンドはしっかり硬く、そのポストフロップ以降も硬くプレイするような方ですね。はい。で、カットオフから、300、600、600で、オープンが入っていて、BB で、それをディフェンスしたと、ヘッズアップという状況でございますと。はい。はい。で、フロップがクイーン9、8の2クラブというボードですね。エンジャーにはガットショットがついてます。ガットショットっていうのは、カンちゃん待ちですね。わかるかボケイ？で、これチェックでフロップ回りますと。はい。ターン7ですね。ほとんど進展せずという感じですと。で、ここも私チェックしていきました。相手もチェック。そんなことある？夏になりました。最強になりましたね、僕のキングジャックが。7枚ストレートですね。これ7枚ストレートは、80万円もらえるっていう、そういうルールなんですけど、気持ちいいなぁ、積もったなぁ、はい。で、ここですね。もちろん、ストレート引いて嬉しいという気持ちがあるんですけれども、まずそれを隠さなければならない。嬉しい気持ち、白い歯を見せる、そういうことを絶対にやってはいけないと。で、その次にですね、あいつから前段取らなければならないと。で、これ、ポットが3900点なんですけど、相手のチップがだいたい12000点ぐらいかな。12000点ぐらいなんですよ。つまりですね、やりようによっちゃ前段取れるかもしれないと。だから、ジャックもついてくれっていう、もうただその一言に尽きるという感じですね。はい。で、さすがにですね、2発チェックして夏なんで、ここはベットしていきたいなっていうところでございまして、いくら打とうかと。はい、ここは3900点のポットに、3900点のポットに4000点
まあ、ポットベッド打ちました。じゃあね、この相手の表情を見ていただければわかると思うんですけど、考えてるんですよね。はい。これしかも、なんかこう、コールしようと考えてる感じじゃなくて、レイズしようって考えてるみたいな。こう、それがね、ひしひしと伝わってきまして、この時、ってこう、うおーっていう感じでしたね。はい、帰ってきました。相手からレイズ1万点と。はい、このレイズはね、ブラフないですね。この1万点にはブラフないですと。で、まあ、ここから相手のジャックめがけて取るという算段にはなるんですけれども、まあ、この相手のチップが残り何点？残り1万点ぐらいということなんで、まあ、オールインするしかないですね。はい。オールイン。まあ、それはいきますと。はい。相手のチップ2万点ぐらいありましたね。ごめんなさい。ちょっと間違ってました。で、これ考えるんですよね、相手は。これね、考えるやつってジャックしかいないんです。で、これ相手目線、キングジャックにしか負けてないんですよね。はい。はい、キングジャックです。はい、そうです。そうです。はい、そうです。キングジャックです。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。嬉しいですね。これ。相手エースジャックと、こちらキングジャックと、普段なら、70% の確率で負けるキングジャックが、なんとエースジャックに勝つと。あれでした。嬉しいですね。まあでも相手もよく引いたね。うん。6枚ストレート。おめでとう。素晴らしい。でー。こっちは7枚ストレートです。上です。キングあります。よいしょ。6枚ストレートと7枚ストレートとかの役の強さじゃないんで、そこはちょっとネタなんでご了承いただければなと思います。それで叩かれるかなみたいな。なんか、こいつ役知らへんって叩かれるかなみたいな、なんかそうなったんで。はい、よっしゃ。じゃあ、次のハンド、行ってみましょう。はい。で、これメインイベントの Day1A ラストハンドですね。もうこれ特に言うことないんで、振り返ってください。見てもらったら分かる通り飛んでます。まあ、最後は、まあ、ここまでチップを減らした僕が悪いといえばそうなんですが、まあ、無残にも飛びましたと。まあ、特に気持ち、ボゲーそれしかないです。なんでお前らそんな強い？そのさ、なんか、ポーカーってすごいよな。なんか、8ポケはいかなあかんねん。もう、いかなあかん、入れなあかん。よし、入れようって言って。エースキングってキングソって、ってなんでそんなモテてるみたいな。俺は、2時間3時間でポーカーして、キングソ見てません。エーシーズ見てません。エーシキング見てません。なんでお前は、俺が8ポケ持ってる時に、もうええです。ということで、後悔しても仕方がないんで、まあ、これにて僕の、メインイベント Day1、3500ドル1期目が、終了いたしましたということですね。まあ、クソみたいな動画で申し訳ございませんでした。皆さんの期待に応えることができずですね、負けてしまったと。申し訳ございません。ということで、まあ、まだ一発目なんで、この一発目がね、うまくいかなかったとしても、2発目でうまくいったらいい。3発目でうまくいったらいい。そういうことでございますんで。じゃあ次、2発目の動画行ってまいりましょう。はい、やってまいりました !A シーズです。一番嬉しいですね。やっぱ、いつ見ても、なんか A シーズはスペードとクラブが一番強いって感じますよね。これ僕だけですか？スペードクラブが一番強いと。ハイジャックで、1000、2000、2000で、4500にオープンしたところ、ロージャックと BB にコールしていただき、3ウェイということですね。まあ、よく言うなら3ベット変えてきて欲しかったというところではございますがですね、まあ、ポット16500点。これをこの A シーズで取れるかどうか大事と。で、9、ジャック、4、レインボーというボードが落ちまして、やったレッチーっていうことですね。はい。で、BB がチェック。で、もちろんですね、私、ベッド5500と、まあ、3分の1のベッドを打っていきました。まあ、マルチェというところもありますんで、ちょっと慎重になりつつもですね、まあ、ちょっと取りたいな
なみたいな欲も、まあありまして、3分の1のベッドと。じゃあ、ハイジャック。あれこれ、ポジション間違ってんな。これ間違って、真逆ですね。僕はロージャックで彼がハイジャックです。後ろの、この動画でいうロージャックの子がコールしていただき、4がペアって、これもいいですね。ペアったことで、打てると。いいですね。で、27,500のポットに、僕のチップがあと33,000点しかないと。どうやって前段入れ切ろうかと。で、16,000点打たせていただきました。ここで、もう降りられなかった人に関しては、ジャックは降りれないというところがございますんで、ジャックめがけて打たせていただいております。クイーンジャック、キングジャック、エースジャック、いろいろありますんで。はい。で、彼コールと。嬉しいですね。シーズン2発コールいただける。非常に楽しい。はい、リバーラグと。最高ですね。はい、オールインしたら、スナコ。スナコじゃあ、バーカそりゃやっちゃいけねえだろうよい。キングス潜っちゃいけねえだろうよい。でもありますよね。こういうトーナメントはプレミアハンドを潜って、取り切るみたいな。なんかあるよな、そういう。YouTuber の動画とかでも、エイシズとかキングスとかをコール止めに回して、3ベッド飛んできた4ベッドオールに返すみたいなことを、正当化してる方いますけど、バカです。はい。バレバレなんで。オープンにコールして3ベッド帰ってきて、フォールドして、4ベッドオールに返せんのって、プレミアしかないね。それニューヨークバックレイズオールイン言うんかな。そういうのを虎視眈々と狙ってる日本人、最近増えてるなーっていう印象を受けるんですけれども、逆効果です。はい。こうやって笑えることもありますし、そもそも潜って後悔するよりかは、行って後悔したような。バカやなーって思いますね、シンプルに。はい。あれしてエイシーズ嬉しかったですね。じゃあ次のハンド行ってみましょう。はい。これですね。ぶっちゃけこのハンド、めちゃくちゃ僕の印象に残ってる8ポケです。N ロマンチャンネル8ポケが結構おなじみになってるんじゃないかなと思うんですけれども、UTG がオープンして、カットオフで、僕8ポケを3ベッドに回してるんですよね。これには大きな理由があって、2つ。1つ目が、UTG のプレイヤーが、もう鬼アグレ兄ちゃんなんです。もう、すごい VPIP60% ぐらい。参加率60% ぐらいの、もうめちゃくちゃ積極的にプレイをするタイプのバカですと。で、二つ目の理由が、こういうポケットですね、コールして、セット刺さらなかった時に降りるみたいな。僕それ大嫌いなんです。はい。やったら3ベットして行っちゃおうと。根っこまで行っちゃおうと。そういう魂胆でやらせていただきました。ということで、続きどうぞ。はい。そうですね、UTG から5000のオープンが入って、2番に3ベットと。いいプレイなんです、結局、これ。はい。で、BB 降りて、UTG コールと、こいつはね、3ベッドに対するコール頻度も半分以上あるんで、それはコールされるやろうなって感じですね。で、5、9、2。で、ここでオールインしたところ、秒。スマップでコールされましたね。何が出てくんのなんなのってなったら、エース4ダイヤと。やめてお願いいける抜けるそのままはぁ悔しかったな、これマジで。ほんまに悔しかったな。いやー、全部あってた、俺は。そう。自分を正当化させよう。ここからちょっと正当化言い訳タイム。まずですね、このエース4ダイヤで UTG からオープンする。これ普通なんですが、この8ポケの僕の3ベッドに対して、コール、アホボケ求めすぎ。別にコールもな、じゃあ間違ってないとしよう。100歩譲って間違ってなかったとしよう。なんでこんな最高のボード落ちんねん。5、9、2の2ダイヤ。ガットフラドロ。こういう時に限ってと。でもそれも間違ってなかったとしよう。俺の8ポケの EV が、期待値が最大になったと。そういう風に捉えようと。
引かれますか？引かれちゃいますか？悔しいですね。はい。いやー、まあでも、ちょっと、8ポケは悪くないんです。なんかこう、このアグレッシブのおっちゃんのことをちょっと嫌いになっても、僕の8ポケのことは嫌いにならないでいただきたいということで、この8ポケも清めていきます。8ポケ、ありがとう。お前は前回の APT ハノイの時にエースキングとクイーンズに囲まれセットを引いてくれた。お前は何も悪くない。仕事をしてくれることは分かってるし、お前のポテンシャルが高いことも分かってる。ただ、今回はうまくいかなかった。それだけの話。次頑張ればいい。次来るチャンスを確実にものにする。そのためにもっともっと頑張っていこう。ありがとう、8ポケ。はい、よいしょ。はい。ということで、後悔の残るハンドではございますが、引かれたということでございますね。お疲れ様でした。以上。じゃあ次のハンド行ってみましょう。はい。次のハンドですね。エースハートクイーンクラブ。エースクイーンオフと。はい。で、こちらですね、僕のチップも、15BB とかになってますんで、カットオフからもちろんオールインしていきましたと。っていうところでですね、このイエローノースリーブ2機が、何やら火ついて迷ってますと。めちゃくちゃ迷ってたな、こいつ。3分ぐらいかな。で、彼、オールインしました。で、エースクイーンをショーしたところですね、相手から出てきたハンドは、なんと、キングクイーンと。ありがとうございます最高ですね。夏 ?90 弱 ?90 弱クイーンキング。あ。そんなことあると。これ、一発、55万とかなんです。参加費。あまりにも無情じゃないですか。エースクイーン VS キングクイーンで、腹立つ。たーだー。えぐない？これえぐい。順当に勝ってるんです。エースクイーンとキングクイーンで。ただ、この勝ち方の過程が、脳汁すぎますね。これ、えぐかったないや、もうだって、もうほぼデッドみたいなところから、クイーン、キングってこう這い上がって、ガツンって。いや、これめちゃくちゃ嬉しかったなんかこう、エースクイーンとキングクイーンで勝ったっていう結果だけやったらそんなに嬉しくないけど、これ19ジャックって落ちて、クイーン、キングって落ちて勝ったって、これは、俺、カンボジア史上、最も興奮した瞬間で言っても過言ではないかなと思いますね。はい。いや、これ最高やったね。ありがとう。ありがとう、ディーラー。素晴らしい。でか、次が、メインのラストハンドです。はい。で、こっからですね、一番最後、WPT メインイベント Day1 の一番最後のハンドです。残り5ハンドっていう風なアナウンスがされて、4ハンド捨てて、ラストハンドっていうところの、動画になってますんで、それをしっかりとご理解いただいた上でご拝見いただければなと思います。どうぞ。素晴らしい。ラストハンドでボタンでキングス。最高すぎますね。で、これ、ロージャックが6000点にレイズして、カットオフから18000点の3ベットが飛んできている状況なんです。で、僕が持ってるスタックが87000点です。なんで、BB 数で言うと、何 BB や ?60BB かな ?60BB 弱なんですけど、これですね、さすがにたぎっちゃいますよね。ラスハンキングス3ベッド入ってたら。いや、俺でもこれ、ミニマム4ベッドの選択肢はないんじゃない ?4 万点あるんごめんなさい。ちょっと僕、ポーカーのことあんまよくわかんないんで、どれが正しいかぶっちゃけわかんないんですけど、僕は、この時、8万8000点を17万6000点にして、2日目を迎えたいって思ってました
よく出ました。じゃあ、欲が出た結果ですね、オールインをさせていただきましたと。ワクワクしてたな、この時は。なんか、ふわふわしてた、ぶっちゃけ。気は引き締まってなかったな。じゃあ、カットオフコールするんです。これ、コールできんの A シーズしかないんです。もう、もう、これほんまにミスってんのかな、俺。ちょっと待って、俺ミスってるかもしれへんな。なんか感情的になってたけど。引けいい、エフェクトいい。無理やもん。無理決まってんねん。これ、今考えたら、ミスってるかもな、60BB 全部入れたん。カットオフが3ベットしてもな、ラスハンで。ミニマム4でよかった気しますね。33,000とか34,000とか。なんかそれでオールイン帰ってくるようやったら降りれたかな。降りれたな。降りれるな。それ A シーズしかないもんな。というわけでですね、まあラストハンド。87,000点まで、順調に増やしてたスタックを、最後の最後、僕がキングスをたぎってオールインした結果、相手が A シーズで負けてしまったと。お疲れ様でした。いやー、後悔しか残らない、この WPT メインイベントでございましたが、2回連続敗退という結果を叩き出しました。本当にですね、辛いと。はい。この2回で100万円という大金が消えてるわけなんで、本当に辛いというところではあるんですけれども、俺にとっては小銭です。はい。100万なんか。3日で稼げます。仕事してるし、俺。会社経営してるし、社長やし。なんかお前らみたいに、こそこそ、なんか、ステーキングとかダサい投資ダサいなんか、ダサいわ他人からもらった金で、トラメてんのダッサ俺はもう全部自腹出てるからな。自分の店に切って、自分の魂削って出てるから。そうじゃないトーナメントギャンブル何が楽しいんですか？人から借りたお金でギャンブルして何が楽しいんですか？ごめん、なんか怒りの矛先が。ということで、私の WPT メインイベントですね、こちらで終了となります。はい。結果は振るわなかったですけれども、僕自身プレイに反省はあるけれども後悔はないということでございます。いつかですね、この動画でも優勝したという動画を視聴者の方と一緒に拝見させていただいて、わーはやったーみたいなことができれば嬉しいなと思っておりますが、それはいつになるんでしょうかということでございます。では、本日の気持ち解説、これにて終了とさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。また明日。じゃあねー。